中東を舞台にした危機の収束で、世界は戦争を回避したかに思えましたが、すぐ近くのギリシャではなおも情勢が悪化していました。そもそも第二次世界大戦中のギリシャでは、共産党を中心とする勢力がナチスドイツに抵抗していたのですが、戦争が終わるとドイツ軍が撤退したため、共産党の力が強まり、ソ連に近い政権が樹立する可能性が高まっていたのです。この状況を恐れたのがイギリスでした。このままではギリシャがソ連の勢力圏になってしまう。そう考えたイギリスはギリシャの共産党に対抗するため、応答派を中心とするギリシャ政府を支援します。こうしてギリシャを舞台にしてイギリスとソ連が対立するような構造が出来上がったのです。その後ギリシャで総選挙が実施されると、応答派は軍隊や警察を使って選挙干渉を実施。これに怒った共産党は選挙をボイコットし、一部がゲリラ的な武装蜂起を実施します。こうしてギリシャでは内戦が勃発。しかもこのゲリラはユーゴスラビアの支援を受けて活動していたため、ギリシャからするとユーゴスラビアによる内政干渉、つまりギリシャの政治にユーゴスラビアが口出しをしているという構図でもありました。これを問題視したギリシャ政府は国連の安全保障理事会に対して、北部国境地帯で国境侵犯があると提訴。ギリシャの内戦は国際問題化し、激しい対立が始まりました。このような対立をさらに激しくしたのがドイツ問題でした。そもそもドイツは経済的に単一の国家として扱われると決まっていた一方で、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連の4カ国によって分割されているという矛盾した状態だったので、各国が対立することになるのは時間の問題だったのです。一応ベルリンに連合国管理理事会が置かれていましたが、この理事会はどこか1カ国でも反対すれば物事が決まらないという仕組みだったため、すぐに身動きが取れなくなってしまいます。特に多くの反対を行ったのがフランスでした。第二次世界大戦でドイツに占領された経験を持つフランスは、強いドイツが復活したら困ると考えており、ドイツをできるだけ弱らせようという方針でドイツの占領を行っていました。よってフランスは、ドイツの中央集権化はダメだ、権力が分散された連合国家にすべきだ、そして経済的にも弱体化させるべきだと主張し、連合国管理理事会で行われる決定に何度も反対していたのです。ソ連もまたドイツに対して厳しい態度をとっていました。フランスのように占領こそされませんでしたが、ソ連はドイツとの戦いで最も大きな被害を受けています。ということでソ連は、ドイツに賠償させようという方針でドイツの占領を行っていました。よってソ連が占領している地区からは、工場や機械などがことごとく解体され、ソ連へと運ばれていきました。一方でスターリンは、ドイツ全土に対するソ連の影響力を維持したいとも考えていたため、ドイツは統一された状態であるべきだと主張していました。ドイツの分断は望んでいなかったのです。フランスやソ連の方針と真っ向から対立したのがイギリスです。そもそもソ連が占領することになったドイツ東部が農業地帯であったことに対して、イギリスが占領することになったドイツ北西部は工業地帯でした。これはイギリスにとってドイツ経済の心臓部を抑えることができるという利点であると同時に、ドイツから食料を得ることができないという欠点でもありました。イギリスは本国の復興もままならないのに、ドイツの占領のためにお金を使う羽目になり、その負担は重くのしかかるようになっていきます。こうしてイギリスは、早く占領を終わらせたい、ドイツには自立してもらいたいという方針でドイツの占領を行っていたため、ドイツの自立は嫌だと考えているフランスと対立するようになっていったのです。またイギリスに近い立場を取ったのがアメリカです。アメリカは第一次世界大戦でドイツに課した賠償は高額すぎた、それが第二次世界大戦を引き起こしたと考えていたため、ドイツに過度な賠償を請求することはしたくない、ヨーロッパの復興を目指そうという方針でドイツの占領を行っていました。このようにドイツを占領していた各国は、その方針がバラバラだったため、連合国管理理事会で一つの方針を決めることができず、理事会は身動きが取れなくなってしまったのです。その結果、各占領軍がそれぞれの地域で独自の占領政策を進めることになり、もはや統一ドイツの建前はなくなってしまったのでした。
大国の関係が悪化するヨーロッパにやってきたのが厳しい寒さの冬でした。道路や運河は凍結し、食料を輸送する交通網が麻痺。交通網が麻痺すれば石炭を運ぶこともできません。工場が止まった影響で戦後復興は大きく停滞し、混乱の中で必死に生きる人々は十分な食料がない状態で飢えに苦しんでいきます。こうして社会が不安定になっていく中、各地でデモやストライキが実施され、各国の政府は自分の国のことで手一杯になりました。ヨーロッパに駐在するアメリカ政府関係者はアメリカ本国に対してヨーロッパ経済の危機的状況を報告。アメリカはこの危機に乗じて共産主義がヨーロッパに勢力を拡大するかもしれないと警戒を強めていきました。しかもこの頃のイタリアとフランスを見てみると、すでにイタリアでは国民投票によって王政が廃止、共和国へと移行していましたし、フランスでも国民投票で第4共和国憲法が承認され、第4共和制へと移行していました。こうして体制が移行した両国では共産党が連立政権入りしていたのです。というのも両国では第二次世界大戦中に共産党がナチスドイツに対するレジスタンス活動で中心的な役割を果たした経緯があったため、国民の中で高い支持を得るようになっていたという経緯があります。しかし第二次世界大戦が終わり、東西の対立が強まっていくと、共産党はソ連の影響下にあると考える西側勢力は次第に共産党を連立政権から排除するようになっていました。これはソ連からするとまずい状況です。この頃のスターリンは共産党を連立入りさせることで影響力を維持しようと考えていたため、共産党が連立から排除されてしまえばその方針が崩壊します。ついにスターリンはもはや西側諸国との間で妥協することはできないと考えるようになり、東西の対立は危機的な状況となっていきました。そんな中で経済状況が悪化したイギリスはとうとう占領経費の負担に耐えられなくなって限界を迎えてしまいます。もう占領は続けられない。しかし今イギリスが抜ければソ連の力が強まってしまう。工業地帯に関してはソ連の影響力が及ばないようにしたい。そう考えたイギリスはなんとアメリカに対して占領地区を統合しないかと提案しました。もしも占領地区の統合が実施されれば、アメリカは工業地帯から取れる石炭が使えるようになります。それはアメリカにとっても魅力的な話でした。こうしてアメリカとイギリスの占領地区は統合され、とうとうドイツは分断の方向へと動き始めてしまったのです。それだけではありません。限界を迎えたイギリスはギリシャとトルコへの支援を打ち切ることを決断しました。戦争で大きなダメージを受けたイギリスにはもはや他の国々を支援する力が残っていなかったのです。こうしてイギリスは第三勢力構想を諦めて方針を転換、アメリカとの関係強化を目指すようになりました。そんなアメリカのトルーマン大統領は放っておけばギリシャとトルコがソ連の手に落ちる。これは何としてでも避けたいと考えており、イギリスが抜けた分のギリシャとトルコへの支援を肩代わりすることを決断。議会を説得するために演説を行い、ソ連の封じ込めへと動いていきます。The gravity of the situation which confronts the world today necessitates my appearance before a joint session of the Congress. The foreign policy and the national security of this country are involved. One aspect of the present situation, which I present to you at this time for your consideration and decision, concerns Greece and Turkey. One of the primary objectives of the foreign policy of the United States is the creation of conditions in which we and other nations will be able to work out a way of life free from coercion. This is no more than a frank recognition that totalitarian regimes imposed upon free peoples by direct or indirect aggression undermine the foundations of international peace and hence the security of the United States. Should we fail to aid Greece and Turkey in this fateful hour, the effect will be far-reaching to the west as well as to the east. We must take immediate and resolute action.
The seeds of totalitarian regimes are nurtured by misery and war. They spread and grow in the evil soil of poverty and strife. They reach their full growth when the hope of a people for a better life has died. We must keep that hope alive. The free peoples of the world look to us for support in maintaining their freedoms. If we falter in our leadership, we may endanger the peace of the world, and we shall surely endanger the welfare of this nation. Great responsibilities have been placed upon us by the swift movement of events. I am confident that the Congress will face these responsibilities squarely. 後にトルーマンドクトリンとして知られるようになるこの演説により、アメリカはギリシャとトルコに対しての軍事的・経済的援助を決定。これを契機にアメリカの勢力が地中海や中東地域に広がっていくことになったのです。ちょうどこの頃、アメリカの国務長官であるジョージ・マーシャルがモスクワを訪れていました。彼はドイツ経済が復興すればソ連を含む全ての国々が恩恵を受けるはずだと言って6週間にわたってソ連を説得していましたが、スターリンはお互いに交渉に疲れ切った時が妥協可能な時だと主張するなど、ドイツの弱体化と高額の賠償を望む姿勢を崩しません。とうとうマーシャルは、ソ連はドイツ問題の迅速な解決を望んでいない、意図的にヨーロッパ経済の復興を遅らせているという結論に至って帰国。その後マーシャルはソ連の専門家であるケナンに対してヨーロッパ経済の復興計画を立てるように命令しました。これがマーシャルプランです。ではどうやってヨーロッパ経済を復興するのでしょう。そもそも戦前のヨーロッパがどうなっていたのかというと、各国が経済のネットワークでつながっている状態でした。ところが第二次世界大戦で国土や経済などあらゆるものが破壊された結果、各国は自国の復興が最優先だと考えるようになってしまいます。特にドイツに関しては全土を農業化してしまおう、経済をできるだけ弱く抑えようという計画が持ち上がるほど復興は後回しにされている状況でした。そのような状況を見たマーシャルは、各国がバラバラに戦後復興を進めていてはヨーロッパが復興できない。もう一度各国を経済のネットワークでつなげようと考えたのです。そのような構想の中で重要になってくるのがヨーロッパの中心にあるドイツの存在です。もう一度各国を経済のネットワークでつなげるためにはドイツの復興が必要不可欠になります。このような考えから作られたヨーロッパ経済の復興計画は、ヨーロッパ西部やドイツだけでなくヨーロッパ東部やソ連を含む全てのヨーロッパの国々にアメリカが大規模な経済援助を行うことでヨーロッパ経済全体の復興を行うという計画でした。この計画を聞いたイギリスはすぐに飛びつきました。アメリカの援助を受け入れようと主張してヨーロッパをリードしていったのです。そして強いドイツの復活は嫌だ、ドイツ経済はできるだけ弱く抑えようと主張していたフランスを熱心に説得し、ついにフランスもマーシャルプランの方向性で歩調を合わせるようになっていきます。このマーシャルプランが対象にしたのは、先ほども言った通りヨーロッパ西部の国だけではありません。ヨーロッパ東部やソ連を含む全てのヨーロッパの国々でした。よって東欧の国々もマーシャルプランに関心を持ちました。特に経済的に疲弊していたチェコスロバキアはマーシャルプランに参加したいと考えて参加を強く求めるようになったのですが、これにスターリンは強く反発します。もしもヨーロッパ東部の国がマーシャルプランに参加すれば、アメリカの影響力がヨーロッパ東部まで拡大してしまうため、マーシャルプランの受け入れはソ連が考えていた勢力圏の形成による安全保障政策の崩壊を意味します。ソ連には受け入れられない提案でした。ソ連の勢力圏が危ない。そう考えたスターリンはマーシャルプランへの参加を拒絶、より厳しく東欧を統制しなければならないと考えて、ヨーロッパ東部の国々に対してもマーシャルプランへの参加を禁止すると命令し、勢力圏の統制を強化していきます。ヨーロッパ8カ国の共産党が参加する会議を開催して、各国の共産党を統制する組織を設立したのです。これがコミンフォルムです。この組織の目的は、
共産主義者が団結して資本主義と戦い、アメリカに抵抗する闘争を行うことでした。こうしてアメリカを盟主とする西側陣営とソ連を盟主とする東側陣営が形成され、ヨーロッパの東西分裂は決定的となり、冷戦が始まりました。